You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you.皆様、ただいま阿蘇熊本空港に着陸しました。皆さんこんにちは、ケンです。たった今熊本空港に降り立ちました。地図旅第2弾は熊本です。熊本は何度か仕事で来たことがありますが、当時は仮設ターミナルでした。綺麗になった新ターミナルはこれが初めてです。こっちが当時の仮ターミナルですね。ここは商業エリアに生まれ変わる計画らしいです。今回の旅の相棒となる車のピックアップに向かっています。いつものタイムスカーシェアです。今回の相棒はマツダ3。2日間よろしく。阿蘇山の方向に車を走らせています。この景色だけでも熊本に来てよかった。最初の目的地が見えてきました。草千里ヶ浜にやってきました。標高 1100m の高さにあって大きな池や草原を馬が歩く姿を眺められます。お腹が空いたのでランチにしましょう。こちらのお店にしようと思っています。熊本のご当地メニューもいろいろありそう。どれも美味しそうですね。赤牛丼にしました。マートの外は最高の草千里ビュー。結構ボリュームたっぷりです。お肉の上に温泉卵が乗っています。お味噌汁もついてきます。お肉は油がしつこくない上品なお味。次はタレをかけて食べてみます。これはこれで美味しそうですね。ごちそうさまでした。下の階にコーヒーロースターがありました。シングルオリジンのコーヒーもあります。トリップバッグはお土産にちょうどいいですね。コーヒーに合う羊羹、キャラメルもあります。昔ながらの観光地はこうやって新しいものを取り入れていくのすごく好みです。ミルクブリューというのを注文してみました。水出しコーヒーのミルク版らしいです。普通のコールドブルーと比べて角が取れた丸い味です。ミルクコーヒーですっかり心が満たされていたのにアイスクリーム屋さんを発見してしまいました。これはやばい。どれも美味しそう。さっきからどこを切り取ってもおしゃれで、これはきっと優秀なデザイナーが関与してるはず。アパレルスペースではムーンスターがやってる 810S シリーズが使われていました。阿蘇山火口に向かっています。少し走っただけで草から岩の世界になりました。すぐそこには煙が上がっています。活火山である阿蘇山の噴火口です。温泉を濃縮したような強い匂いを感じます。すぐそばには避難用のシェルターもあります。噴火口は噴火警戒レベルが高まると近づけなくなるので、出発前に調べてから向かうといいと思います。この日は幸い見学ができました。
とはいえ完全に安全ということはないので、状況をよく観察しながら見学しましょう。草千里から少し離れただけで景色が一変しました。この河口付近に広がるのが黒い砂浜、草千里ヶ浜です。まるで別の惑星のような光景が広がっています。あんなところにも人がいますね。この光景は僕らが普段巨大な熱の塊の上に生きていることを思い出させてくれます。ではそろそろ次の目的地に向かいましょう。長べた海床路に来ました。こんな感じで海の中に道と電柱が1キロにわたって伸びています。漁師さんの買い取りや海苔養殖なんかのために作られたそうです。同じようなものは九州各地で見られますが、ここまで長いものはあまりないんじゃないでしょうか。先端まで歩くと道は途絶えていましたが、電柱はその先も続いていました。インスタで有名になって観光客が来るようになりましたが、アクセスが不便だからかそんなに混雑はしていません。潮が満ちてこの道路が海に沈む時間帯は撮影に最適なんでしょうが、今は潮が引いていました。海床路の入り口にはお店もあります。いただきます。暑い日にはこれですね。テラス席から海床路が見えるので、ここで夕日を眺めるのもいいかもしれません。続いてやってきたのは御敷海岸です。長べた海床路から車で15分ほどのところにあります。潮と風が作り出す三日月模様が見えるでしょうか。大和武のお父さんの慶光天皇がここで神輿を止めたという伝説が地名の由来らしいです。夕日のタイミングだとこんなに綺麗なんですね。残念ながら日没にはまだ3時間ほどあるので、また別の機会にします。ちなみに見晴らし台はかなり狭い道路を通る必要があるので、運転に自信のない方は気をつけてください。こんな感じの道が数百メートル続きます。それでは今日の宿がある熊本市内まで戻ります。ラーメンの誘惑にさらされています。もう食べるのが決定として何が定番なんだろう。おすすめって書いてあるので卵入りにしよう。まずはビール。今日もいっぱい移動しました。熊本ラーメンは豚骨ベースのこってり系なんだね。お味醤油が浮いています。セットで餃子も注文しちゃいました。それではいただきます。卵はレンゲに溶いて麺をつけるんですね。早速やってみます。これはありですね。まろやか。ごちそうさまでした。美味しかったです。熊本市の中心は想像よりかなり栄えていました。アーケードも人通りが多いです。路面電車がある街っていいですよね。
本日の宿は三井ガーデンホテル熊本。一般的なレイアウトですが綺麗です。お風呂はユニットバスです。インターネットは早い方じゃないでしょうか。これなら寝てる間に撮影データをクラウドにバックアップできそう。ホテルをチェックアウトして熊本城にやってきました。2016年の熊本地震から未だ復興の最中です。当時の様子を伝える資料があるのですが、深刻な被害を受けていたことが改めてわかります。崩れたままになっている石垣が痛々しいです。あちこちで復旧工事が行われています。元あったものを再現するというのはゼロから作る以上に大変なことだと思います。でも現代の技術を使った復興で元のものよりもより強固になった姿を見せてくれることでしょう。城内を見学させてもらってきました。中の撮影は控えましたが、熊本の地の歴史もよくわかる展示でした。熊本城って有数のかっこよさですよね。今日はこれから天草の方に向かいます。また車で2時間くらいの旅です。天草半島の入り口に差し掛かりました。これから島をつなぐ5つの橋を渡っていくんですが、景色が最高に気持ちいい。ちょっとフロントガラスに貼ってある GoPro の位置が低くて、周りの海があんまり見えないんですが、絶景なんです。熊本に来たら阿蘇だけじゃなく天草にも絶対に来るべきですね。ただいま4つ目の橋を通過中です。半島に入ってからもこんな感じの気持ちのいい海岸線が続きます。ちょっと街っぽくなってきました。さてやってきたのは天草市イルカセンター。ここからイルカウォッチングができるらしいんです。なんですが、ただいまの時間は14時25分。受付は出港の15分前までにお願いいたしますと書いてますね。つまり乗れない。途中で渋滞にはまったのが痛手でした。フライトの都合で16時の回は間に合わないので、今回は諦めます。このまま帰るのもちょっと寂しいので、近くの島に渡って海を見に来ました。すぐそこには長崎の島原半島が見えますね。さすがに肉眼で見える距離にイルカはいないですね。でも海がすごく綺麗。限界までズームしてみたんですが、あれが乗りたかったイルカウォッチング船でしょうか。なんかいるぞと思ったんですが、多分岩ですね。イルカは次回のお楽しみにするとしましょう。フライトの時間も迫っているので熊本空港に向かいます。片道2時間のただのドライブになっちゃいましたけど、この美しい海岸線を見れただけでもよかったです。空港に帰ってきて車を返却しました。今回の走行距離は430キロでした。新しくなった熊本空港で楽しみにしていたのはここ。保安検査通過後のエリアが充実しているんです。検査通過後にまず目に入ってくるのはこの光景。どこかの国際線ターミナルみたいなにぎわいです。お店の動線も工夫されていて楽しさがあります。食事処もたくさんあって良きですね。搭乗ゲートのすぐそばにお店が並んでいます。飛行機を眺めながらビールが飲める。熊本のクラフトビールもありますね。というわけで熊本で最後にいただくのはこちら。いくつか種類がありましたがペールエールにしました。
経過のウーシャンローメンもいただきます。ゲートまで20分の距離なのでギリギリまで飲み食いできます。この組み合わせはどうなのかなと思ったんですが、普通に美味しい。ビールも軽めの口当たりでどんどん飲めちゃいました。ごちそうさまでした。搭乗案内にくまモンが走っていました。それでは熊本編の振り返りです。合計金額は宮崎とほぼ変わらず約5万円でした。地図塗り状況はこのようになりました。まだまだこれからですね。それではまた東京に帰ります。今回もご視聴いただきありがとうございました。熊本編は少し不完全燃焼感もあったので、おすすめスポットがあれば教えてください。それではまた次回の旅でお会いしましょう。さようなら。